皆さんこんにちは、ペンギンです。めでたくペンギンが 3D になったので、ついでにオープニングとか曲とか色々新調してみました。どうかな？またなんかどっかで聞いたことあるようなの作ってきたな。最近 3D とかデジタル方面に浮気がちだったので、たまには真面目にお絵描き実況しようと思うよ。お絵描きガチ&ニコちゃんガチ恋勢の方々はお待たせやで。今でっかっかを描いてるのがニコちゃんです。最近見始めた方だと知らないかもですが、一応この子が松村の一押しキャラです。ニコの旅は、この子のお話です。ニット帽をかぶったウサ耳のカメラっ子で、カメラメーカーのニコンから取ってニコちゃんです。キャラの名前は安直が一番だな。慣れたか基準で言うと、帽子の縁、前髪、顎のライン、ウサ耳の順番ですね。目や口と鼻は結構勇気がいるので、イメージが湧いたタイミングで足していくです。カメラっ子なのでカメラを持たせます。本当は長い望遠レンズを描いた方がカメラだぜって感じがするんだけど、ビビって短くなっちゃったぜ。レンズフードも描き忘れてるけどまあいいでしょう。ニコちゃんの後ろ髪を描き足して、そこをがっつり黒くしていくっす。この作業、地味に好きなんだよね。ニコちゃんの手が白く曖昧な感じだけど、これはわざとシルエット中心にしてるんです。カメラが割と細かいから、手を描き込みすぎるとちょっとうるさすぎかなと。で、最後にニコちゃん帽子を足すよ。頭の輪郭をなぞるというよりは、こう、頭の上にふわっふわっと線を乗せていくイメージに近いよ。頭を潰してはいけない。これでニコちゃんパートは完成ですね。このページはニコちゃんのドヤ顔を見せつけるためのページなので、ニコちゃん先に書いちゃえということだったわけです。おっと、どうやらマシュマロが来たようですね。早速マシュマロしばいていこうと思うやでおま。動画やライブで流れてる BGM ください。この要望なぜかめっちゃ多いんだよな。どうしようかの。YouTube に曲単体で上げた方がいいのかな。考えときます。クラスメイトにイラストを見られるのが恥ずかしいです。わかる。服のシワ描くコツありますか？シワではなく、そういう塊として捉えてみてください。そうすると、引くべき線を見つけやすくなるやで。LINE 交換してください。Twitter メッセージで我慢して。ペンギンちゃんの詳しい設定ってあるんですか？他の VTuber の方を見習って、ちゃんとプロットを考えました。カラフルな世界に嫉妬した一匹のペンギンが、ある日世界から色の元を奪い去り、世界を白と黒にしてしまった。さらにペンギンは、すべての人々をペンギンにするという恐ろしい計画を企てる。一体世界はどうなっちゃうの？というのが、公式の世界観ですね。ちなみに、オープニングで私が持ってた色ブロックが、色の元です。どこにしまったかは忘れました。VTuber では誰が好きですか？難しい、非常に難しい質問です。強いて言うなら歌うま系の方の動画をよく見ます。バーチャルゴリラさんの歌声にはいつまでも抱かれていたいし、藤谷葵ちゃんのフリージアは国宝です。かしこまりちゃんの青函飛行は絶えず流れてないと生きていけないし、牛見いちごちゃんは可愛い&歌うま&全力定時代謝で大好きすぎ。ビジュアルも絵描き心くすぐるっす。私も VTuber を名乗りはしたけど、スタンスとしては、これまで通り他の VTuber の方のファンでもありたいなという感じ。伝わるかしら？右のうさぎさんは 3D にならないんですか？永遠になりません。創作活動で食べていきたいです。周りに認めてもらうにはどうすればいいでしょう？自分のやりたいことから正直にやるしかないかなと思うです。義理でやるんじゃなくって、自分が本当に感じたことからスタートしていかないと、説得力というものが出てこないんやで。周りに認めてもらう云々は、しつこく発信していくしかないと思うやで。まあ、私自身がその最中だから、どのくらい説得力あるかわかんないんだけどさ。ニコちゃんを僕にください。帰れ。まあそんな感じで。いただいたマシュマロは動画の中でむしゃむしゃしていくので、何でも気軽に送ってくれやで。マシュマロ終わり、エモいくらか進みましたね。これはバンドでシネなので、左上からコマを読み進めていきます。大きいコマ一つくどかんと置いて、小さいコマいくつかっていうのが今回選んだ構図ですね。このコマはいつかの落書き配信で生まれた猫耳フードの子を、顔のアップで入れました。キャラクターの顔を大きく描くのは結構苦手なので、ちょっとビビりながら描きましたやんす。たまにカッコつけてリアルな目を描こうかなとか思う時はあるんですが、そういう時は大体見えですからね。それはやめておいて、いつも通りに描くことにしています。こういう縦にぶち抜くポーズは、あるいは少女漫画の方でよく見かけるかもしれません。でも、バンドでシネと日本の少女漫画では多分成り立ちや経緯が違うんだと思います。詳しくは知らぬ。場面としては、ニコちゃんが雑貨屋さんに取材に来たという感じです。だからこれから背景に雑貨とかやというほど書こうかな、とも思ったんですけど、今回は違う戦法でいきます。幾何学的な形や、クロスハッチの濃淡といった抽象的なものだけで画面を埋めにかかります。一回やってみたかったんだよ。これはこういう場面で、といった具体的な設定はひとまず置いておいて、とりあえず画面がパッと見て美しい感じになればそれでいいやん、という姿勢のことを、単美主義と言います。どうしてこれはこの色なのかという質問に対して、そこは日が当たっているからではなくて、その色が美しいからという答えが返ってくる状況ですね。怪しい説明ですがそんな感じです。私が別に単美主義者ということではないのだけど、たまにこれやるとなんかスカッとするんですよ。いつもと違うのを味噌で描いてる感じでなんか楽しいし、筆もスルスルと進みます。一応雑貨や成分は登場人物のセリフの中や、1コマ目の中に申し訳程度に詰め込んでおきました。
とにかく、画面全体としてどういう迫力が出てくるかというところで今回は勝負するぜ。さて、抽象的といっても画面の視線誘導とかは、考えなきゃあかんです。ちゃんとニコちゃんが引き立つように、緩やかに天井を下げていく様子を見ます。私が個人的に気に入っているのは直線を引く時ですね。その線を境目にして、光と影を演出するとっかかりにすることがよくあります。スパッとして気持ちがいいしね。で、時々丸でも四角でもないわちゃわちゃっとしたものも放り込みます。これは何かと聞かれても答えられないです。そういう形の何かだとしか言えぬです。私が美しいなと思うのは、白と黒のガツンとしたコントラストが生まれる瞬間なんです。そうしたものとたくさん出会いたいので、わざわざ黒インクで勝負するわけです。その考えでいくと、画面の中に登場するものが、いつでも何か現実のものをかたどる必要もないし、ともすればそうした設定めいたものは邪魔にすらなってくるのですね。もちろん、面白い形の機械と設定を同時に思いついて、テンションマックスな時もあります。それはそれで好きなんです。ただ、そうでなければいけない、という縛りだけが邪魔なのだ。今描いているものが漫画だから、時には設定的なところで煮詰めないといけない時もある。そこは頑張る。ただやっぱり、義理で描いたようなものを他人に見せたくないんです。そういう言い方をすると、なんだか意識高い経営書きに思われそうだけど、そういうことじゃないんです。要するに飽き性なんだよ。飽き性。2D 飽きたから 3D やっちゃったし、バンドでシネ2作目完成してちょっとアナログ熱下がったから、デジタルでラインスタンプ作ったし。飽きるという言葉が、私の活動を支配してるんやで。で、絵を描くこと自体に飽きたらどうするかというと、新しい曲を作ったりしています。基本的には何か作りたいマンなんだぜ。そういう感じだから本職は何なんですかってマシュマロが飛んでくるんだと思うぞ。ちなみに、作曲の勉強をちゃんとしたとかはないです。高校と大学で合唱部だったので音楽経験はありますが、コードがどうとかという突っ込んだ話はできんやで。で、大学の話が出たのでこの流れで、大学時代の松村のぼっち談義にシャレ込むとしますかの。絵の方はあとはもうベタくらいしか残ってないし、まあ多少はね、松村は大学生になって、合唱サークルに入ったよ。そこはマジで100人規模の団体だったから、交流関係はそれまでと打って変わっていきなり幅広くなったよ。あの頃はまだスマホがなかったから、ガラケーのメーリングリストにずらりとサークル仲間の名前が並んだよ。ただそれでもなお、相変わらず松村は自分からはメールをよこさないやからだったよ。それでも大学生松村は、不思議と交流関係が充実していました。新生ぼっちの松村でしたが、ここに来て波長の合う人間と数多く出会えたわけです。さすが大学、人種のるつぼ。大学の講義が終わったら、大体誰か暇な人間が松村の部屋にポツポツと来ます。で、彼らは勝手に漫画読んだりゲームしたりして、雑魚寝して次の日の朝そのまま講義に出席。この暮らしのポイントは、こっちはこっちで勝手にゴロゴロしてパソコンやったり先に寝たり、要するに好きにしていたということなんです。実は、これこそ松村の長年探していたものでした。想像できますか ?4、5人の野郎どもが、一つの部屋でみんな勝手に好きなことをしているんです。もちろん桃鉄とかマリカーとかもするんだけど、要するに、松村はこの時、家主ポジションがぴったりとハマっていたわけなんですね。おかげで賑やかだったんです。まあ、だからといって性格は変わりませんでしたが、考えてみれば、あの時松村の周りにいた人間は、みんな他人に興味が持てないような奴らばっかりでしたね。やはり、類は友を呼ぶんです。それがたとえ新生ぼっちでも、しかし案の定、大学を卒業してバラバラになった後は、年賀状のやり取りさえもはたっと止まりました。お互いそんな感じ。新生ぼっちとは、とことん他人に興味がない人種なのだ。ただ、あの頃のような友達は、二度とできないかもしれない。そう思うと少し寂しい気もするし、うじゃっとした賑わいが懐かしくて、松村は結局生配信を始めたのかもしれないの。確認ですが、松村の、1対1の人間関係が一番苦手という新生ぼっちたる一番の難点は、今でもずっと変わっていません。大学松村はここを実に忘れていて、調子に乗っていたのである。結局は、自分の進路を決める段階で後々すごく苦しむ羽目になったのだが、まあ、そのあたりの話は、また違う機会に回すとするかの。中学と高校のぼっち談義もしなきゃだしの。今回はそんな感じでした。だいぶお絵描きチャンネルとしての本文を取り戻したような気がする。いかがでしたうさぎさん。お前の 3D 化も含め、一通りの茶番はやった感があるのでちょうどいいタイミングだとは思いますね。やはりお絵描きの話をしないと始まりませんから、お絵描き的には、構図のメリハリについてはかなり安心して見られるようになってきたんでないでしょうか。ベタを入れる箇所も問題ないように見えます。抽象的なお絵描きをする部分で、筆使いの引き出しがもちっと増えてってほしいかなとは思いましたかね。次以降に期待です。実況ペンギン、解説うさぎでお送りしました。また見てね。